よ。モデラーの皆さん、こんにちは。ポンラボへお帰りなさい。今日はガンダムベースでゲットしてきた超熱い限定キットを持ってきましたよ。そう、こいつです。HG。ガンダムキャリバーン、クリアカラー。いや、正直に言います。この箱をこの手にして皆さんに紹介するまで、ガンダムベースでマジでもみくちゃにされるような過酷な体験をしてきました。週末のレジ列がもうとんでもなく長くてね。でも、あのプラモ独特の匂いの虜になっている自分としては、何でもこいつを連れて帰るぞと心に決めて根性で並び切りました。ガンダムベースでの定価は税込み2200円。果たしてこの限定版、それだけの価値があるガチの紙キットなのか、それともただの魂の抜けた透明なプラスチックの塊なのか、早速開封して徹底レビューしていきましょう。すごい !In the Pond Lab! Yeah! In the Pond Lab! よし、じゃあ、早速開けていきましょう。パッケージデザインはいかにもガンダムベース限定って感じで、幻想的な宇宙空間を飛行するキャリバーンが描かれています。箱の側面には、クリアパーツを使用した特別仕様であることが強調されていますね。中には、トイウとランナーが6枚入ったポリ袋が計3つ。そして取扱説明書が2枚同梱されています。ちなみに完成時の実寸サイズですが、全高は約 130mm、全幅 80mm、奥行きが 60mm となっています。皆さん、ここめちゃくちゃ重要なポイントなのでよく注目してください。この2枚目のペラシの説明書にかなり大事なことが書かれているんですよ。このクリア版には F ランナーが一切付属していません。ということは、通常版にあったあの胸部のインモールド成形パーツが付いてこないということになります。その代わりにおなじみのホイールシールを貼って、その上からスモークグレーのクリアパーツを被せる仕様になっています。これ、以前限定で出たパーメットスコア5の仕様と全く同じ構造ですね。とはいえ、このクリアホワイトやクリアレッドのランナー、そして何といってもガンメタリック成形の関節パーツをパッと見渡すだけでも、この圧倒的な透明感とメカニカルなディテール感、すでにめちゃくちゃ見応えがあってワクワクしてきます。ファーストインプレッションとしては、このクリアパーツの透明感がとにかく神秘的で高級感があるんですよ。HG1、144というコレクションサイズでありながら、組み上がると内部のメカニカルなフレームがはっきりと透けて見えて、RG や MG のクリア版にも引けを取らないくらい、めちゃくちゃかっこいいです。頭部、このキットの中で一番カラフルな部分ですね。クリアレッドのパーツの発色がすごく鮮やかです。ツインアイや角の部分、カメラ越しだとゴールドクリアっぽく見えるかもしれませんが、実物を肉眼で見るともうちょっと落ち着いたトーンに見えます。ただ、頭部のデメリットとして後頭部に合わせ目がはっきり出ちゃってます。あと、頭部の装甲が結構厚いので、せっかくの顔の内部フレームが奥に沈んじゃって、メカディテールがあまり見えないのがちょっともったいないかな。胴体と内部フレーム。今回の限定版で一番買いなポイントがこれ。なんと、すべての関節と内部フレームが安っぽい成形色グレーではなくガンメタリックに変更されているんですよ。外側のクリアホワイトの装甲から中のガンメタがうっすらと透けて見えるのが最高にメカニカルで妖艶なんですよね。さらに細かい関わりとして装甲の裏側にある接続ピンが絶妙な乳白色になってるんです。これのおかげで昔のクリアキットみたいにピンが外から丸見えになってシルエットを台無しにすることがありません。可動範囲、キャリバーンの膝と股関節の可動は相変わらず化け物ですね。装甲が干渉することなく膝立ちポーズもめちゃくちゃ自然に決まります。武器とバックパック、メインウェポンのバリアブル、ロッド、ライフルのクリア化は本当にやばいです。内部のギミックやバーニアの構造が丸見えで男のロマンが詰まってます。皆さん見てください。このキット羽、バックビューこそが本命なんですよ。背面のロッドライフルとクリアのバックパックの存在感が通常版より圧倒的にマッシブで力強く見えます。バックパックのクリア装甲のおかげで通常版よりも合わせ目が目立ちにくくなっているのも高評価です。ただ、エスカーシャンを分離させて全身に散りばめるガンビット形態にすると、クリアパーツゆえに少し全体がごちゃついて見えて、通常のプラスチックよりもシルエットが分かりづらくなる印象はありますね。さあ、ここからがモデラーの皆さんへ向けた重要な注意点です。バンダイのクリアパーツってめちゃくちゃ硬くて脆いことで有名じゃないですか。しかもこのキャリバーンはピンの噛み合わせがかなりきつめです。なので、とりあえずも得みして後でバラして塗装しようと考えている方は絶対に指で無理やりこじ開けないでください。パーツオープナーやピンセットを使って優しく慎重に分解してくださいね。
あと、肩ハニッパーを使うときは、ゲートのギリギリを狙わずに少し残してカットすること。その後、デザインナイフで少しずつ削ってください。最初から根元でバチンと切ると、パーツの内部が白化しちゃって、中から真っ白な亀裂が浮き出てきます。こうなると、ガラスやスリでいくら表面を磨いても絶対に消えないので、マジで精神的に凹みます。前半でもうお話しした通り、このキットの弱点は、胸部が F ランナーなしで真っ黒になってしまい、ちょっと寂しい点です。じゃあ、どうやってこの子、究極のパーメットスコア8の状態に覚醒させるか。はい、私、LED の埋め込みに挑戦しようと計画しています。その改造計画については、また別の動画でじっくりとお見せしますので、ぜひ楽しみにしていてください。総評として2200円という価格を考えれば、この HG、ガンダムキャリバーン、クリアカラーは素晴らしいキットですし、改造のポテンシャルも無限大です。ただ、完全な元組のままだと少し全体的に地味というか、ポテンシャルを活かしきれていない気もします。なので、私がこのキットをバチバチに化けさせてみせますので、皆さん乞うご期待です。もし、今回の動画が参考になった、または皆さんの次のガンプラ制作の役に立ちそうだなと思ったら、ぜひ、ポンラボに高評価、シェア、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ベルマークの通知ボタンもオンにして、次回の塗料テストや面白いモデラーツールの紹介動画も見逃さないようにしてくださいね。最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。それでは、また、ポンラボの次回のプロジェクトでお会いしましょう。バイバイ。